桜はなぜ春に咲くのか。植物に花を咲かせるのは開花ホルモンであります。このホルモンは決められた条件を満たせば活動が始まります。桜の花の芽は前年の春に花が散って葉が新緑になる頃にすでに出来上がっています。そして暑い夏、涼しい秋、寒い冬を経験しますが、開花で大切なのは冬の寒さなんです。つまり、一旦低温にさらされ、その後暖かい日があると、開花ホルモンが刺激され、活動を開始します。だから秋に何日間か真冬のような寒い日が続き、その後温暖な気候がしばらく続くと、桜は春の到来と間違えて狂い咲きすることがあるんです。気持ちが落ち込んでいるときは、暗い音楽を聴く方が良い。30歳代の働き盛りの人々に職場ストレスが原因のうつ気分が広がっています。そんな気分の時は軽やかで明るい音楽を聴いて気分転換を図りたいところですけれども、暗くてうつうつとした曲の方がリフレッシュ効果は大きいんです。これは心理学で同質効果と呼ばれる現象で、音楽療法の研究で分かりました。高ぶっているときは激しい音楽、落ち着かないときはテンポの速い音楽がいいんです。病気になりたくなかったら腹を立てないことがいいんです。腹を立てると胃の周りの平滑筋が縮み、その作用でいつもは斜めの胃が吊り上げられて立った状態になります。まさに腹が立つのです。胃が痛い時もやはりこのような状態になりますから、腹を立てると胃が痛くなるのは当然なんです。胃潰瘍、糖尿病、リウマチ、動脈硬化など腹を立ててばかりいるとかかりやすい病気はいくらでもあります。腹が立ったら10分以内に気分転換すれば体への悪影響は避けられると言われております。コップ一杯の水を飲むとなぜ心が落ち着くのか。講演会では講演者の前に水差しが置いてあります。登場するとまず水を一杯飲む人が多いです。喉を潤すだけでなく心を落ち着かせる効果があるからなんです。冷たい水は味覚神経を刺激するが、中でも10度前後の水は味覚神経の酸味を刺激し、脳に合図を送ることが分かっています。レモン水と同じということになりますが、酸味には緊張を和らげる効果があり、その結果、落ち着いた気分になります。
コウモリはなぜ夕方になると飛ぶのか。ツバメくらいの大きさのコウモリが暗がりの中をパタパタ飛んでいるのを見たことはあるでしょうか。夕方飛ぶのは蚊やカゲロウなどの虫を餌として捕まえるためなんです。なぜ昼間行動しないかというと、コウモリが進化のプロセスで登場したとき、すでにたくさんの鳥がいて虫をどんどん食べていたので、鳥が巣に引き上げていなくなった時間帯に行動するしかなかったからなんです。もちろん夕刻から夜はたくさんの虫が飛び交っています。野菜の玉ねぎは、はじめはこれらの特効薬だった？中央アジア原産の玉ねぎは、イランやエジプトでは昔から栄養食品として食べられていました。日本には明治時代、アメリカから伝わりましたが、辛みもあり巨大ならっきょうのようだと言われ、評判はあまり良くありませんでした。しかし、明治10年代にコレラが流行して、玉ねぎに即効性の薬効があるという風評が流れ、これをきっかけに人々が食べるようになったと言われております。本当に眠気を吹き飛ばしたいなら、コーヒーより抹茶がいい。脳の中枢神経を刺激し、覚醒作用のあるカフェインをたくさん含んでいる飲料は、コーヒーがよく知られておりますが、もっと強力な飲み物があります。何しろコーヒーの倍以上のカフェインが含まれていまして、受験勉強や運転中の眠気覚ましにはもってこいなんです。それは抹茶です。コーヒー豆のカフェイン含有率は 1.3%、紅茶の葉は 2.7% に対しまして、抹茶は3.2% とダントツのカフェイン含有率なんです。ただ手軽に飲むというわけにはいかないですね。とんかつにはなぜキャベツの千切りが添えられているのか。とんかつよりも先にキャベツにとんかつソースをかけて食べるという人がいるぐらい、とんかつに添えられているキャベツは人気があります。とんかつは豚肉を揚げているので、栄養学的には高タンパクで体液が酸性に傾きます。これを中和させるのがアルカリ性食品のキャベツなんです。またキャベツには胃腸の調子を整えるビタミン U が豊富に含まれているので、揚げ物と一緒に食べるのは理にかなっているんです。胃腸薬のキャベジン、キャベツから来ております。うなぎはなぜ刺身で食べられないのか。うなぎ屋の調理場では、カゴの中のうなぎがいつも元気に泳いでおります。うなぎは水中ではエラ呼吸をしているんですけれども、皮膚呼吸もできます。
夜になると陸に上がって這うこともあります。そのうなぎですけれども、かば焼きにすると美味しいんですけれども、生では食べられません。だから刺身はないんです。というのも、うなぎの血液にイクシオトキシンという物質が含まれておりまして、大量に摂取すると吐き気がしたり、呼吸困難になったりする危険があるからなんです。また、血が目についたりすると結膜炎の症状になります。昔からうなぎ職人に眼病が多いと言われるのはそのせいなんです。トンボは口でパクリと餌を捕まえるのではないんです。オニヤンマやギンヤンマの頭部には丈夫な口が備わっています。塩辛トンボなど小型のトンボも丈夫な口を持っています。これで餌の虫をパクリと捕まえるのだろうと思わせますが、実はそうではないんです。トンボはまず毛むくじゃらの足を虫かごのようにして虫を捕らえ、木の枝などに落ち着いてからゆっくり食べます。飛ぶ速度が速いので、口でパクリと捕まえてそのままむしゃむしゃと食べるのかと思ってしまいますが、そうではないんですね。ハゲの人にはなぜひじきと大豆がいいのか。髪の毛の主成分はケラチンというタンパク質とヨードだから、この2つを補給することがハゲの人にはまず必要なんです。このうちヨードは昆布、わかめ、ひじきなどの海藻類に含まれております。また海藻には血行を促進する鉄分が含まれておりますので、毛根の血の巡りが良くなります。タンパク質については肉や大豆などいろんな食品に含まれております。動物性タンパク質の場合はフケが出やすい体質となり、頭髪には良くないんです。となると大豆など植物性のタンパク質ということになりますが、それにはひじきと大豆の煮物、湯豆腐と昆布、湯葉と昆布などの取り合わせの和食がいいということになります。吸血コウモリは実在するのか。日本のコウモリは蚊やカゲロウなどの昆虫を餌とするキクガシラコウモリがほとんどなんですけれども、外国には花の蜜を吸うもの、果物を食べるもの、魚を食べるものといろいろで、動物の血を吸う種類もおります。コウモリのほとんどの種類は洞窟に集団で生活してますが、中には大群で森の樹木にぶら下がっているものもいます。寝返りをよく打つ人は胃潰瘍になりにくい。ストレスが原因で胃が痛くなり、胃潰瘍になる人が増えていると言われますが、胃潰瘍になるかならないかは
寝相とも関係があるといいます。宇都宮のある病院で行われた聞き取り調査によりますと、普段あまり寝返りを打たない人に胃潰瘍患者の多いことが分かりました。寝返りを打つと胃の向きが変わるので、同じところに強い酸性の胃酸がとどまらないからなんです。心配事で夜中に目が覚めたら、寝ている向きを変えてみましょう。肘をぶつけるとしびれるのはなぜ？肘には神経の束が通っており、それが直接刺激されるのでしびれます。神経は人体の隅々まで張り巡らされていますが、全体を見ると細い枝が集まって枝となり、幹となるように細い神経が集まって束となっています。肘にはその束が通っているが、骨に囲まれ薄い皮膚に覆われているだけなので、直撃されると骨との間に挟まれてしびれてしまうんです。軽く押すだけでもしびれる感じがいたします。人はなぜ麻薬や覚醒剤に溺れるのか。脳には A10 と呼ばれる快感神経が張り巡らされております。この神経のどの部分を刺激しても人は快感に浸ります。通常、脳自体が分泌するドーパミンという快感物質によって A10 は刺激されますが、覚醒剤はこの物質の化学組成と非常に近いんです。また、麻薬のモルフィネにも A10 は強く反応いたします。A10 全体を刺激すると、食欲、性欲、感情、創造性などすべての面で素晴らしい快感、幸福が得られ、これは溺られざる得なくなってしまうと言われております。虫のアリが巣の出入り口を塞ぐと大雨が降る。天気予報がなかった時代の昔の人は、身の回りの変化を敏感に捉え、天気を予測していました。例えば、夕明けの翌日は晴れ。月が傘をかぶると雨。そうしたことの一つに、アリが巣穴の出入り口を塞ぐと、大雨が降るというのがあります。アリは触覚や体毛などのセンサーで敏感に低気圧、高気圧、湿度の変化などを感じ取ることができるんです。雨を察知したアリは水が侵入しないように出入り口を塞ぐ習性になっております。火事場のバカ力は、ひ弱なあなたでも発揮できます。おばあさんがタンスを担いで逃げたなどという話は、火事場のバカ力と言われます。だがこれはありえないことではないんです。血液中にはカテコールアミンというホルモンがあり、
急激なストレスを受けると、ホルモンの血中濃度が一気に2倍に跳ね上がることが実験で分かっています。このホルモンが瞬発力の必要な時に血管を強く収縮させ、手や足の筋肉に大量の血液を送って火事場のバカ力を実現するのです。冷蔵庫に卵を保存するときは、尖った方を上にする。丸い卵もよく見ると一方は尖り、もう一方は丸いです。卵は生きているので呼吸をしているんです。卵の中に気室という空気の入った部分があり、そこを通して外部と空気のやり取りをしています。この気室は丸い方にあるので、冷蔵庫では尖った側を下にし、丸い側を上にした方がいいんです。空気は上に行くので、この方が卵も楽に呼吸ができます。丸い方を下にすると安定します。茹で上げるには、湯に塩を入れ、浸透圧を調整する必要があるんです。一方、そばは生地に塩を使っていないので、塩を入れて茹でる必要はありません。中国からの酸性雨がなぜ日本の森林を壊すのか。経済発展が続いている中国の重工業地帯からは、石油や石炭を使った排気ガスが大量に空中に放出されております。日本の排気ガスは法律で成分がコントロールされておりますが、中国の場合は規制がありません。これらの排気ガスには大量の硫黄が含まれ、これが雨に溶け込んで硫酸となります。硫酸の酸性雨は植物の葉を枯らすだけでなく、地面に染み込むと植物の育成に欠かせない地中の有益成分や微生物を破壊してしまうんです。森を殺してしまうんです。よく噛んで食べるだけでがんを予防できます。唾液に含まれるペルオキシターゼなど12種類の酵素の働きで発がん性のある食品添加物の毒性が消えたり薄められたりすることが実験で確認されています。よく噛むとご飯の甘みが増し、どんな食べ物も消化酵素と混ざり合って旨味が出ることはよく知られているが、その上、がんの抑制効果があるというのだから、食事はよく噛んで食べてもらいたいものです。唾液が最もたくさん出るのは口に入れて30秒後ですので、30回は噛むのがいいんです。コーヒーが苦く感じる日はストレスが溜まっている可能性があります。
味覚には甘み、塩味、酸味、苦味があるが、このうち甘みと塩味は生理的な条件に左右され、酸味と苦味は情緒的な条件、つまり気分に左右されやすいんです。生理的条件とは、スポーツで疲れた後に甘いものが欲しくなり、汗をかき喉が渇いた時は塩分の少し入ったドリンクがいいといったことなどです。一方、情緒的な条件とは、気分のいい時にはコーヒーは美味しいが、ストレスがたまると苦く感じたりすることなんです。だからいつもと同じ店なのにコーヒーが苦く感じられる日は、強いストレスを受けている可能性が高いんです。スピーチの順番が迫ると、口が乾いてくるのはなぜなのか。普段やってない人にはスピーチはとても強いストレスがかかります。ストレスを感じると脳の視床下部の自律神経が強い影響を受け、体内をめぐる物質に変化が起こり、いろんな反応が現れてきます。例えば、アドレナリンが増え、アセチルコリンが減ると唾液の分泌が抑えられるので、口の中が乾きます。心臓もドキドキし、胃腸の働きが抑えられ、ごちそうが喉を通らなくなります。こんな時は手をぎゅーっと握りしめ、パッと開いて力を抜く動作を数回繰り返すと力が抜けてくることもあります。トマトが赤くなるとなぜ医者が青くなるのか。トマトに含まれているルチンには、これも豊富に含まれているビタミン C と一緒に摂ると脳出血の予防になります。血圧を下げます。さらに脂肪の消化にいいビタミン B2、カロテン、カルシウムや鉄分を含んでいるだけでなく、胃や肝臓など内臓の働きを活発にするアミノ酸も豊富に入っています。その上、先ほどのルチンには活性酸素を取り除き、血液を浄化する働きもあります。このため、ヨーロッパでは昔からトマトが赤くなると、医者が青くなると言われてきました。トマト、リコピン、有名ですね。森林浴でよく聞くフィトンチッドの効果とは。フィトンチッドはロシア語で、フィトンは植物、チッドは殺すという意味です。日本語として解釈すれば、植物の持っている殺菌作用です。森といっても木の種類によって違いがありますが、杉やヒノキの低地の森林にはテンペル系の芳香物質がたくさん含まれています。ヨーロッパの森もヒマラヤ杉やモミの木などでやはりテンペル系の芳香物質が濃いです。いい香りのする森のこの殺菌作用が
フィトンチッドの効果なんです。森林浴をすると、このフィトンチッドで免疫力が強化されることだけではなく、日頃のストレス解消にも大いに効果があります。車で走行中に激しい雷にあったらどうするべきか。海水浴場の駐車場などで激しい雷雨に遭遇すると、日頃冷静な人でもちょっと慌てるかもしれません。周りに建物も何もない広場の広い駐車場だったらどこに避難したらいいんでしょう。鉄製の車に落雷する確率は非常に高いように思ってしまうんですけれども、心配することはないんです。車に落雷しても電流は車体の表面を通って地面に逃げるので、中の人は感電しないんです。それですので、車の中で待機するのが一番安全です。血圧が高い人は、なぜ塩分を控えめとするべきなのか。塩分濃いめの血液が腎臓に送られると、濃度を薄めるため、尿として排泄される予定だった水分が血管に戻されます。するとその水分で血液の量が増え、血管に圧力がかかります。塩分濃いめの食事が習慣になっている人は、このため血管に圧力をかけっぱなしとなります。また、塩分には毛細血管を収縮させる作用もあるので、ますます高血圧の敵ということになります。日本人が1日に摂る食塩は平均 12g であり、欧米人よりかなり多いです。漬物、梅干し、味噌汁などを好んで食べるからなんです。小惑星が衝突したら東京は壊滅します。火星と木星の間に小惑星が100万個も回っていることは知っておりますでしょうか。天文学者によると100年に一度ぐらい、その中の直径10メートル級の小惑星が地球にぶつかる可能性があるといいます。また、直径10キロメートル級の巨大な小惑星も数千万年に一度衝突する可能性があると考えられております。これだと関東平野がすっぽり入るクレーターができ、舞い上がった粉塵で気象異変が地球全体に及びます。ユカタン半島に落ちた小惑星による環境異変で恐竜が絶滅したという説もあるんです。猫はなぜ飼い主に死ぬところを見せないのか。猫には野生の本能が強く残っておりますので、弱った姿を仲間に見せると
攻撃されたり無視されたりすることを本能的に知っております。犬の場合、飼い主は主人だが、猫にとって飼い主は仲間なので、弱ってくると防御本能からその姿を見せないようにするんです。だから体力が極端になくなると、縁の下や木の茂みなどに身を隠して養生しようとします。しかし本当に弱っているときは、そのまんま身を隠して死んでしまいます。竹に花が咲くとなぜ良くないことが起こるのか。竹に花が咲くのは何十年に一度という非常に珍しい現象なんです。花が咲くのは同じところに生育していると土地の養分がなくなり全滅しかねないからで、種をつけ鳥や風に運ばれることによって新しい土地で芽吹こうとしているからなんです。このため種の栄養価は極めて高く、それを食べた野ネズミがネズミ山式に繁殖し、繁殖した野ネズミが作物を荒らすという悪循環が起こります。だから竹に花が咲くと不吉、不作の前兆と言われ、農家では警戒いたします。ハエが止まったものを食べても食中毒の心配はない。腐ったゴミにたかっていたハエが飛んできて止まったと連想すると不潔な感じは否めません。しかしこれを食べて食中毒になるかというと心配無用なんです。なぜならばばい菌を運んできたとしても時間が経過しなければ発病するほどの数に増えていないからなんです。目の前で肺が止まったなら食べて平気。怖いのは肺が止まってから時間が経っている場合なんです。ですので、出しっぱなしの食べ物は口に入れない方が良いんです。男の子を身ごもると母親の顔はきつくなる。猿の場合、オスの胎児を身ごもった母猿はオス猿のような行動をとることが実験で確かめられています。その時の血液を調べると明らかに男性ホルモンの量が多くなっていたんです。人間の場合も男性ホルモンが影響して男っぽい行動に出る母親がいます。胎児のホルモンが母親に影響を及ぼすのは否定できない事実で、そのため顔つきがきつくなることはあります。爆薬のニトログリセリンが狭心症の発作に効くのはなぜか。狭心症は心臓の筋肉の酸素不足が原因で起こるが、発作が起こったとき、ニトログリセリンを舌の下に含むと少しずつ溶け出して
静脈に入り、2分くらいで効き始めます。その効果ですけれども、静脈を膨らませることにより、心臓に戻る血液の量を減らし、血管が拡大することによって血圧を下げます。同時に動脈を広げるので、心臓に運ばれる酸素の量が増え、発作が収まります。ニトログリセリンは爆薬なんですけれども、錠剤は爆発しないので心配はございません。血は赤いのに浮き出た血管が青いのはなぜ？漠然と血液は赤いと思っているかもしれませんが、動脈と静脈を流れる血の色は同じではないんです。血液の赤は赤血球の中に含まれるヘモグロビンの色なんですけれども、酸素と結合しているときと結合していないときでは、その色が異なります。くっついて動脈を流れているときは、鮮やかな赤色。離れて静脈を流れているときは、黒っぽい赤となります。黒っぽい赤が血管や皮膚の色を通して青く見えているんです。そして、この血液の赤の成分のヘモグロビンを越したものは涙となっております。トランプの神経衰弱で子供が強いのはなぜなのか。子供の脳は中身が少ないので空きが多いんです。だから大人は叶わないというのは、これは負け惜しみなんです。覚え方が子供と大人では違うんです。子供の脳は置かれたトランプを地図を見るようにパッと覚えます。一方、大人の脳は上から1段目がスペードの1、その斜め上がスペードの2、そのまた斜め上がハートのキングとリズムで覚えようとします。このため大人の場合は情報量が多くなり、手に負えなくなってパッと覚える子供に負けてしまうんです。児童虐待が増えております。児童虐待かなと思った人、気になった方は189、いち早く、189、189へかけてください。子供を助けてください。